いいことも悪いことも最悪のこともすべて私という人間の一部だ。子供時代、私には決まった家がなかった。短い間だけシェルターで暮らしていたこともある。雨風をしのげる場所があるだけでもありがたかったのは確かだが、シェルターでの暮らしは本当に怖かったことを覚えている。あるよ、少し外出して戻ってくると、階段と廊下の壁が血だらけになっていた。ガラスの破片が床に散らばっている。私たち家族は階下で何があったのだろうと話し合った。その時、悲鳴と叫び声が聞こえ、続けて大騒ぎになった。本当に怖かった。その夜、私たちはほとんど眠れなかった。叫び声は夜通し続いた。驚いたことに、警察は全く来ず、騒ぎを鎮めようとする人もいなかった。誰もここにいる人の安全を気にかけてはいないようだ。世の中から見捨てられた気分だった。私はよく世界に傷つけられていると感じていた。だからお返しに傷つけてやりたかった。しかし今は違う。私は昔を振り返り、起こったことのすべてを抱きしめる。冒頭の言葉をもう一度言おう。いいことも悪いことも最悪のこともすべて私という人間の一部だ。そう、すべての出来事から私たちは何かを学ぶことができる。確かに辛い出来事もあったけれど、それらは私にたくさんのことを教えてくれた。あの経験があったからこそ、惨めな境遇を抜け出して、より良い人生を手に入れようという強い思いを持つことができた。この本を書いたのは、自分が学んだことを多くの人に伝えるためだ。この教えが、この本を手に取り、読んでくださっているあなたを素晴らしい人生へ導くことを願っている。私の物語から何を感じ取るかは、すべてあなた次第だ。共感できるものもあれば、そうでないものもあるだろう。いずれにせよ、この本で描かれている考え方を実際に活用してみれば、人生に前向きな変化を起こすことができる。頭の中にある限界を取り払い、自分の人生はこんなものだ、と諦めるのをやめ、想像もしていなかった領域にまで手を伸ばす。最高の自分としてのメンタリティとは、限界のない人生を生きること。無限の可能性を信じることだ。人を感心させようとするのをやめよう。自分を感心させよう。自分の限界を広げよう。自分に挑戦しよう。可能な限り最高の自分になろう。難しいことを言うと思うかもしれない。でもあなたには今この瞬間からより良い自分を目指してもらいたい。これから毎日あなたは昨日の自分を超え続けていく。朝目覚めた時に向上したいという気持ちを意識し、起きている間もずっとその気持ちでいれば、世界がたくさんの刺激に満ちていることに気づき、きっと驚くだろう。あなたの人生は成長への強い意志を反映するようになる。あなたには素晴らしい人生を生きる価値がある。この本がそのお手伝いをしよう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は望む現実は最良の思考から生まれるという本をご紹介します。本書は望む人生を引き寄せる法則としてイギリスで50万部を超える大ベストセラーとなっているんです。著者はベックス・キングさん。マインドコーチであり、ライフスタイルブランドを創業した実業家でもある彼は、ポジティブな姿勢で生きることの重要性を説き、成功を収めています。そんな彼が提唱するのが、人々が能力をフルに発揮し、人生のあらゆる分野で偉大さを実現できるグッドバイブス。ポジティブな感情がポジティブな思考となり、ポジティブな思考がポジティブな行動となる。自分のポジティブな感情、いつでも楽しくご機嫌で生きるということが、いい振動となり、望む通りの人生に変えていくというんです。本書はとにかく理論の説明から具体的な実践のステップ、途中に浮かぶであろう疑問への返答から最後に目指すべき考え方など、科学とスピリチュアルのギャップを埋めながら本当に丁寧にしっかりと解説されているんです。著者の語り口も相まってどこかコーチングを受けているような気分になるのもとっても面白いところです。本動画ではそんな本書の雰囲気をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。
よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分を愛するということ。自分を愛するという表現はよく誤解されている。本当は受け入れることを促す言葉なのに、挑戦しない言い訳として使われることが多い。自分を愛することには2つの欠かせない要素がある。調和の取れた人生を送りたいのであれば、その要素の間でうまくバランスを取らなければならない。1つ目の要素は自分を無条件に愛することだ。ここでは考え方が鍵になる。自分を愛するためにもっと痩せたら、美容整形をして綺麗になったらといった条件をつけるのは、本当の意味で自分を愛していることにはならない。確かに痩せて綺麗になれば以前より自信がつくかもしれない。しかし本当の自己愛とはありのままの自分を愛することだ。もう一つの要素は成長を目指すこと。ここでの鍵は行動だ。自分自身と人生を向上させることも自分を愛することにつながる。なぜなら自分はより良い人生を送る資格がある。平凡で満足する必要はないと認めているからだ。自分を愛するとはありのままの自分を受け入れることと、自分はもっと向上できると知って努力することとの間でバランスを取ること。考え方と行動の間でバランスが取れていれば、しょっちゅう地面に倒れ、道に迷ったりせずに高い周波数のバイブスで生きることができるはずだ。自分の意識次第で世界は変わり始める。大学時代の私はお金、恋愛、学業など様々なことに悩まされていた。次から次へと起こる問題にうんざりしていて、もうすべてを放棄してしまいたかった。生きる理由もなければ人生の目的もない。精神状態が悪くなると昔の嫌な記憶ばかりが蘇ってくる。それでさらにネガティブな気分に拍車がかかり、自分の人生は全くの無価値だと確信するようになった。ある日の夜、私はザ・シークレットという本の存在を知った。その本が教えているのは引き寄せの法則というシンプルな法則で、自分の意識を集中したものが自分のところに返ってくるということだ。引き寄せの法則が働くには思考をポジティブにする必要がある。とはいえ、いつもポジティブに考えるのは難しい。人生には悪いことが起こることもあれば、物事がうまくいかないこともある。そんな時もずっと前向きでいることなどできるのだろうか。そんな時に一番上の姉の結婚式があった。渋々ながら結婚式に出席したのだが、その会場に着いた途端、予想もしていなかったことが起こった。心が落ち着き、リラックスできたのだ。美しい式で出席したすべての人が幸福と新郎新婦への愛で輝いていた。正直なところ、その時の私は特にポジティブに考えようとはしていなかった。しかし、私の中で変化が起こった。本当に久しぶりに感謝の気持ちが湧いてきたのだ。家に戻ってからもポジティブな気分は続いていた。するとどうだろう。あれだけ悩んでいた様々なことが少しずつ好転してきた。いい状態の自分からいい現実が生まれてきたのだ。望む現実を作るグッドバイブスの法則。最高の自分で生きる人生を手に入れたいなら、グッドバイブスの法則が欠かせない。バイブスとは振動のことだ。思考にこの法則を適用すれば、人生が一変するだろう。もちろん、だからといって全ての困難を避けられるというわけではない。ここで鍵になるのは、人生の主導権を握り、自分が満足できる人生を創造することだ。自己啓発のパイオニアの一人に、ナポレオン・ヒルという作家がいる。1937年に書かれた思考は現実化するは、今でも史上最大のベストセラーに名を連ねており、世界有数の起業家たちも、この本のおかげで成功できたと絶賛している。ヒルはこの本のために500人の成功した男女にインタビューをして成功の秘訣を探り出そうとした。そしてインタビューから分かった知恵を読者に伝えている。結論はこうだ。自分が自分であるのは自分で選び自分の中に取り込んでいる思考のバイブスが原因だ。
そしてそれらの思考は日々の環境の中にある刺激から生まれている。そもそもバイブスとは何か。まず確認しておきたいのは、すべてのものは原子でできていて、そしてかすかであっても、すべての原子にはバイブスがあるということ。つまり、すべての物質とエネルギーは本質的に振動しているということになる。学校の理科の授業を思い出してみよう。固体、液体、気体はすべて異なる物質の状態だと習ったはずだ。分子レベルでのバイブスの周波数が、その物質がどの状態にあり、私たちの目にどう見えているかを決めている。つまり、現実を現実として知覚するには、私たちが対象のバイブスを受信できる必要があるということだ。例えば人間の耳は、1秒あたり20から2万回のバイブスしか聞くことができない。もちろんだからといって、それ以外のバイブスが存在しないわけではない。ただ、人間の耳には聞こえないというだけだ。例えば犬笛の音は、人間が知覚できる周波数より高い周波数なので、犬には聞こえても人間には聞こえない。考え方、感じ方、話し方、行動を変えると自分の世界が変わる。思考を現実化する。つまり思考を自分の知覚の中に出現させるには、思考のバイブスの周波数が鍵になる。思考する何かがより本物らしく、より現実感があるほど、自分の周波数がその何かに近づいていることになる。何かを本気で信じ、あたかもそれがすでに現実になったかのように振る舞うと、物理的な現実世界にそれを出現させる可能性も高くなるのだ。望んだ現実を受け取る、あるいは知覚するには、望むものが持っているエネルギーと同調しなければならない。つまり、思考、感情、言葉、行動のすべてが望むものと一体になる必要があるということだ。これは音差の例えを使うと分かりやすいかもしれない。同じ周波数の音が出る2つの音差がある場合、どちらか1つを叩いて振動させれば、もう1つの音差も、たとえ叩かなくても同じように振動する。叩いた方の音差から発せられた振動は、叩いていない方の音差に伝播する。なぜなら、どちらも同じ周波数に反応するようになっているからだ。つまり2つの音差は、振動が調和している状態にある。もし振動が調和していなかったら、叩いた方の音差から出た周波数が叩いていない方の音差に伝播することはない。ラジオもそれと同じだ。ある曲を聴きたいのなら、ラジオをその曲の周波数に合わせる必要がある。これがその曲を聴く唯一の方法だ。違う周波数に合わせたら、ラジオから聞こえてくるのは全く違う曲になってしまう。あるものとバイブスが調和していると、そのあるものを現実に引き寄せることができる。自分の周波数を知る一番の方法は、自分の感情をチェックすることだ。感情こそが私たちのエネルギーレベルを最も正しく反映している。時には、自分の精神状態や行動はポジティブだと信じていても、本心ではそれは違うと分かっていることもある。自分の感情に注意を払えば、自分の本当のバイブスを知り、その結果として自分が人生に引き寄せているものを知ることができる。感情がポジティブなら思考もポジティブになる。そして思考がポジティブなら行動もポジティブになる。グッドバイブスで生きれば最高の人生が始まる。グッド、つまり最高とかいいとかポジティブという言葉はどれも何か望ましいものを形容するときに使われる。例えば、ある過去の出来事をいい経験、またはポジティブな経験として認識するのは、その出来事が自分の希望通りだったから、あるいは少なくとも思ったより悪くなかったからだ。基本的に何かが欲しいと思うのは、その何かが自分をいい気分にしてくれるからだ。私たちが人生で何かを望むのは、すべて望ましい感情を手に入れるためであり、私たちのほとんどは望むものが手に入れば幸せになれると信じている。自分の感情は自分でコントロールできる最もパワフルなバイブスの一つだ。そのため基本的に私たちはポジティブな感情を求めている。以上を考えると、私たちの人生の目的はグッドバイブスを経験することだという結論になるだろう。いい気分であれば人生もいいものになる。常にグッドバイブスを経験していれば
人生全般への見方もポジティブになる。理想を言えば、人生でできる限りたくさんの愛や喜びを感じていたい。愛や喜びは最も周波数が高い感情であり、欲しいものを現実化する助けになってくれる。そしてその結果、さらにいいバイブスが生まれるという好循環につながるのだ。反対に、憎しみ、怒り、絶望などの感情は周波数がとても低く、欲しくないものばかりを引き寄せる。グッドバイブスの法則に従うなら、いいバイブスを受け取るには、自分からいいバイブスを送り出さなければならない。私たち人間は、バイブスの周波数の受信機であり、送信機でもある。送り出した周波数と同じ周波数のバイブスを受け取っている。喜びの感情を送り出すと、喜びを感じるようなものをたくさん受け取る。よく誤解されているが、欲しいものを受け取ったら気分が良くなるという考え方は間違いだ。本当は今すぐにいい気分になることができる。言ってしまえば、自分を愛するのと自分のバイブスの周波数を上げるのは同じことだ。周波数を上げる努力をすれば、自分を愛し、自分をいたわることになる。気分が良くなり、その結果としていいものを引き寄せる。行動と思考をポジティブにすれば、素晴らしいものを現実化することができるだろう。自分を愛することで、周りをも愛することができる人生を生きられるようになる。自分の送り出す感情は、似たような感情を引き起こす経験として、自分のところに返ってくる。これまでの話は、望む現実を作るグッドバイブスの法則を学ぶための準備運動。ここから、ポジティブな習慣を身につけ、自分を優先し、自分を受け入れ、夢を実現するマインドを持ち、目標を現実化するために行動し、すべての出来事に意味を見出す方法を学んでいくことになる。あなたはすでに美しい人生を創造するために必要なものをすべて持っている。そしてそれは自分を愛することから始まる。自分の周波数を上げ、高い周波数のバイブスで生きていれば、どんな夢でも実現できるだろう。それに、たとえ時間がかかっても、高い周波数を維持していれば、目標までの道のりも楽しむことができる。いつでも楽しく、ご機嫌で生きる。そもそもそれこそが、私たちの求めていることではないだろうか。約束しよう。自分を愛することを忘れなければ、信じられないほどすごいことを達成できる。もちろん簡単な道のりではないかもしれない。しかし、それでも、その道は進む価値がある。さあ、今度はあなたの番だ。引き寄せの法則を徹底的に学んだ著者が、そこに独自の解釈を加え、ブラッシュアップした考え方がグッドバイブスの法則なのですが、本書はとにかく内容が濃く、グッドバイブスの法則に納得させられること間違いなしです。僕もいろいろな引き寄せに関する本を読んできましたが、それらが一つにまとまって整理されたような感覚になりました。と言っても、いいところを寄せ集めて、辻褄が合わなくなっているようなところは何もなく、むしろ全ての考え方の軸となるコンセプトがグッドバイブスなのだと理解しました。目から鱗という表現では言い表せないぐらい、いろいろな気づきを得られますし、個人的にはこの一冊を読み理解することで、これからの過ごし方が変わっていくんじゃないかなという感覚もあります。本書はイギリスの書籍となりますが、本チャンネルでも何冊か紹介してきた翻訳系書籍と同様に、若干理解するのに文章の咀嚼が必要な部分があります。ですが、それも含めて、彼が言っていることはこういうことなのか？違う？いや、やっぱりそうだった。と自分で考えて読んでいくことになり、そこが逆に面白く、途中でやめられなくなってしまいました。それに、コーチング風な語り口調が内容に自信を持たせてくれるのもとってもグッドです。こういった本は特にその内容を信じたくなるかどうかというのもとても重要な要素ですからね。本動画ではプロローグ程度しかご紹介できておりません。とても学びが多い本となっておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。